今夜もマースのたわごとトークセッションの時間がやってまいりました。リリはもう休んでいます。早速お便りの方からお読みしたいと思います。マースさん、私は最近プラズマのことや素粒子のこと、また不死について大変興味を持ってしまっています。ぜひそのことについてお話しいただけないでしょうか、というご質問ですね。そうですね、素粒子のことって、素粒子は想念なんですね、本当は。だから素粒子は想念。素粒子って想念ということは、この世界は想念でできてるんですか。そういうことです。すべてのものは想念でできていますということですね。たわごとですけども、すべてのものは素粒子でできているということは、想念での世界、物質映画の世界っていうことですね。でそれにぶち当たってしまった100年前の量子力学の連中、その方々はなんて言うんでしょうか、なんてそれを言ったらいいんでしょうか、人類に。いや、君らは現実じゃないよって言えるんでしょうか。そういうところに入ってしまったんですね。科学が行き着いちゃったところは非現実の世界だった、物質映画の世界だったということだと言っていいのではないでしょうか。その分子の世界はそのように物質映画に見えないんですね。現実感を伴う、また言葉があって一体のものに名称付けをしていますし、人類はですね。また要は決め事ですね、作り事というんでしょうかね、決め事をしています。人類の活動というのは1万年ずっと分かっている範囲でも名付けたり意味付けたり、分離の中から分子創造をずっとしてきました。物質化現象ですね。その中で物質というのは想念でできてますんで、信じれば信じるほど強まっていくという、そういうことですね。それから、当然その不死っていうのは死なないという意味だと思うんですね。当然その不死っていうことが可能になるには科学的には2つしかないんです。1つと言ってもいいですね。現実でない。あと、もう一個は一体性でこの世界が一者である。だから自我っていうのは妄想である。要は生まれてもいないし生きてもいない万物しかないっていう、この2つの時に不死というのが現実となるんですね。この世界が現実であれば必ず、かつ部分であることが現実であるなら、自我が現実であるなら必ずそこの部分は朽ちてしまいます。腐食酸化する星だから。腐食酸化が極端にない星では寿命も全然長いし、また不死という方向性にでも100億年不死であるかどうかっていうのはでもその腐食酸化がないとかいろんな条件があればそういうことも可能かもしれませんね。でもどっちにしても自我とか部分っていうことから解放されないと、要は無我とか一体性に気づかないと、そこからは逃れることはできませんね。逆に逃れるともし言うならば、
人間は非現実から逃れられないんですね。これは科学です。要は素粒子というのは想念ですからね。思いというかね。じゃあ誰の思いなのかということです。部分部分の万物の部分が人間は想念体系で物質化現象を起こせたとして、そういう意味では人間は想像の一部を担っているとも言えます。しかしその本体ですね、自然界を生み出す力、これは創造の主体と、創造主と皆さんが呼ばれていたり、神がまた一元一者さまざまに言われている神とも言いますね。その一体の部分の神ではないですよ。一体の神ですよ。この宇宙全体を作っている。でこれを想念で作っている何者かというね。で想念でありますから現実ではありません。物質映画です。という時に初めて不死が科学的に存在できる。逆に非現実性が真実の科学であるなら、そこから誰も逃れることができません。そして一体性というのは愛ですよね。だから愛から逃れることはできない。誰もが愛の中にいる。一体の中にいる。未知や神秘の中にいる。想念の世界、物質映画の世界の中にいる。永遠にそこから逃れられない。それが永遠性ですね。そこからいろんなことをお伝えし続けてきたわけです。もう40年そのようなことを発信し、音楽にし、詩にし、物語にし、お伝えしてきました。そのプラズマというのは、想念的に言いますと CD の世界のことですね。これ物質化現象、想念の世界なので、それを分子化する現象ですね。ですから、プラズマ3000度以上の溶岩とか火山の爆発とか、原子核融合爆発とかもそのプラズマを生み出します。その時には非現実が現れます。その時タイムスリップ、また、タイムトラベル、または壁抜け、テレポーテーション、反重力、さまざまな現実と我々が信じる世界では起こり得ない、非現実の世界で起こり得ることが起こる。それがCD でありプラズマですね。ですからプラズマをプラズマから、プラズマというのは素粒子である想念の世界から分子の世界に表す物質化現象ですからができるようになる。まただから未知を可能にする。同じく CD も人が深く五感を失い、深く真我にメディテーションされた時に可能になる物質化現象です。そういう意味でプラズマと CD は共通点がありますね。でもどちらにしてもそれはこの世界が現実でないという科学的事実にぶち当たってしまうというのが量子力学の人たちの100年前のボームたちの苦しみであったと感じられます。どう人類に説明していいのか。この分子に見えるところが素粒子の目があったら、素粒子を見る目があったら全部つながっている。
分離していない。でこの世界も実は分離していない。全てがつながっている一体である、愛であるということになりますね。人類はそのような領域にこれから科学的に入っていかれると思います。自分はそういうことをずっと言ってはきました。たわごとだと思っていただくしかないです。ただ未来の科学がそちらに行くことを、残念ながら自分は知ってます。しかし、それはたわごとでいいのです。はい。それじゃあ、今日はこの辺にします。またお会いしましょう。お相手はマースでした。